こんにちは。お元気ですか？今日は2月の5日の水曜日ですね。今日は寒いですね。全国的に結構寒いと思うんですけれども、なんかね、朝起きた時寒かったんで、ヤフー天気をね、週間天気とかを見てみたんですけれども、今日ぐらいからね、1週間ぐらいはかなり気温が低くなってたのでね、予報がね。なので、やっぱ2月が一番寒いって思ってたけど、やっぱそれ本当だなって思いました。あの先日ね、1月の下旬ぐらいにちょっと最近暖かくなってきましたねとか言ってましたけれども、一時的に寒さは緩んだけれども、やっぱね、冬の最後の寒さの本番はこの2月に来るのかもしれないですね。ただね、その天気予報を見てみたら、1週間くらいはすごく気温低くて寒い予報だったんだけども、その後くらいからね、徐々に気温が上がってくる予報になってたんで、もうね、今日ぐらいからの1週間がね、冬のピークでもあり、もう最後でもあるっていう感じなのかもしれないですね。なのでね、最後にまた気温がぐっと冷え込むと思うので、ちゃんとね、加湿をしたりとか、ちゃんとあったかくして、風邪なんかひかないように、今年の冬を乗り切りたいですねっていうふうに今思ってます。今日はね、天気はちょっと悪かったんですけれども、さっきね、ちょっと外にね、散歩に行ってきてね、もうここ数日間、もう本当に引きこもってて全く動いてなかったのでね、ちょっとでも歩いた方がいいなと思って、散歩してきました。でね、結構今日は風も強くて、なんかこう、なんだろう、お空がね、ゴーって言ってるような、この大気の音が聞こえるような天気の悪さの日だったんですけども、それでちょっと近くの公園みたいなところに行って、木とかもいっぱい生えてるところなんでね、そういうところに行くとね、木がざわざわこう鳴ったりとか、こうちょっと小高いところにあるんでね、空も近くて、こう大気がゴーってなって、木はざわざわしてるし、天気は曇りだし、なんかちょっとね、おどろおどろしいようなね、こうちょっと悪霊が出そうな雰囲気があって、なんかそれがね、逆にこういい感じでしたね。そうそう、なんか木の枝とかがね、こういい感じにこうぐるぐる伸びてたりとかね、こうかっこよくこうもう四方八方に伸びてるのがね、いやー、木の枝ぶりがかっこいいなと思いながら木を見てました。桜の筆記とかもね、結構生えてたんですけども、何気にね、結構私桜のピンクのお花が満開の時よりもね、この枯れてる感じのね、桜の木がね、枝ぶりがかっこいいなとか思ってね、今日もね、枝ぶりに見入ったりとかしててね、少し悦に入ってましたね。なんかそういう時は誰もいないっていうのもいいですよね。お花見の時はね、人が周りにいっぱいいたりとかするんで、綺麗な桜もちょっとこうのんびり見たいなっていう気もするんですけども、周りに人がいるとね、それで落ち着かないっていうのもあってね、ちょっとお花見はお花見で、もう一つのレジャーとしてね、誰かと一緒に花を見ながら団子を食うっていうのを楽しむのがいいんだろうなって思ったりしました。この桜の木といえば、私のお部屋からね、ちょっと遠くに桜の木が生えてるのが見えるんですけれども、ちょっと前ぐらいからね、その桜の木の枝がね、全体的になんとなくこうピンクっぽい色を帯びてきたなっていうのは感じてましたね。こんなに遠くから見て、まだ開いてもないつぼみもね、近くで見ても多分ピンクっぽくはなってないと思うんですけども、その木の皮というかつぼみの部分が全体的にほんのりピンクっぽくなってくるのかなとか、ちょっと不思議に思いながら、でももうね、花が咲く準備段階に入ってんだろうなと思って、そうそう、なんかだからね、こう枝ぶりがね、ちょっと遠目から見てピンクに見えるから、あれは桜の木だなっていうのが見えたりとかするんですよね。
ここ1週間くらいは寒さもピークになるかもしれませんが、それを越したらね、あったかい春になってくるので、せっかくもう寒い冬が最後なので、この1週間の間にね、必ずどの日かはお風呂の湯船を張ってね、あったかい湯に浸かるっていうのを一回楽しもうかなっていうふうに思ってます。私はね、タスクが終わると自分がね、いつまでにこれをやるっていうタスクを決めていて、それが終わった時に自分の体の疲れを取るっていう意味で湯船を張ってたりとかしたんですけども、その健康とかね、体のコンディションを保つっていう意味では、結構その限界に疲れ切った時に入るよりも、ちょっと途中でね、風呂とか入って自分の体のコンディションを整えていくのは大事かなっていうふうにちょっと思ったりとかしたので、ちょうどこの1週間寒いので、寒い時にね、あったかいお風呂入るとありがたかったりとか、その寒さとあったかさのそのコントラストでね、より楽しめると思うんで、この寒い1週間のうちに湯船に1回使ってバブを入れてね、お風呂楽しもうかななんて思ったりとかしました。なんかその体のメンテナンスというかね、健康に気をつけるっていうのは本当に大事だなっていうふうに自分でも最近は特にね、もう40とか過ぎてからね、特に思うわけなんですけれども、やっぱりね、何をしてても四六時中感じてるのは自分の体調なので、美味しいものを食べていようが、楽しい場所に出向いていようが、綺麗なものを見ていようが、好きな人とデートをしていようが、そういうどんな感情を感じている時でも体調の良し悪しっていうのはね、すごく四六時中感じているものなので、どんな状況においても体調がこの 5% ぐらい悪いとトータルでの幸せ度って 5% 下がってるので、ちょっともったいないなっていう気はしますね。ただね、何かにすごく集中して楽しんでる時とか、楽しんでる時以外にも何かにすごく集中して仕事をしてる時とかね、そういう時はね、一瞬この体調の悪さとかもね、忘れたりとかすることもあったりとかはするんですけども、そういうのは別としてね、全体的にQOL というかクオリティオブライフを上げる手っ取り早い方法は体調を良くしておくことだろうなっていうふうに思ったりとかしますね。お金がね10億円とかあったとしてもね、体調が悪かったりしたらね、その10億があっても幸せ度っていうのは10億なくても体調がすごくいい人にはかなわないと思うので、だって美味しいものも美味しく食べる力がなくなってたりするじゃないですか。体調が良かった時は美味しいものを10美味しいって感じれたところを8ぐらいしか感じれないとかね、なんかどっかに行っていろんなところに行っていろいろものを見て楽しむっていう時もね、自分の足でしっかり歩けなかったりとか、歩いたとしてもその時も体が辛くて楽しむ余裕が 50% くらい減っちゃうとかだとね、結局楽しめなかったりとかするので、やっぱりベースの健康っていうのをね保つっていうのが幸せに生きる上では一番手っ取り早いというかね、手っ取り早くもあり、それなくして本当のね幸せの積み重ねはできないよななんて思ったりとかしてます。だから健康は大事だなと思いながら、ただその一瞬一瞬の欲望もうまくなんていうのかな、許容しながらというか、健康大事だからアイス全然食べちゃダメとか言ったらちょっと辛すぎるっていうかね。あとはその中毒になってるものとかをね、いかにうまくその一つに集中させずにいろいろ散らしていくかとか、そういうことですよね。だから日本だとねあんまりドラッグ薬をやってる方はいないとは思うんですけれども、ただねその反面結構アルコールお酒っていうことに関してはね、その依存症とかね、そういうことに対しては結構外国よりもねあんまりなんていうんだろう、問題視されてないというか、意外と意識が
なんていうのかな、その中毒というより意志の弱い人扱いで済まされちゃってるみたいなところとかあったりするんですけども、代表的なものだとお酒とか、最近は少ないけどタバコとかもですよね。そういうのが結構中毒性のあるもの、それと私なんかはこれなんですけど、甘いものとかですよね。だからそういう中毒をね、いかにいろいろ散らしていけるのかっていうのは、一個集中じゃなくて、いろんなこの中毒というか、もともとはねストレスをかなんだ拡散させるため、ちょっと日本語がうまく出てこないんですけど、あれなんだっけ、ストレスを解放させるためというかのための手段の一つだと思うんですね。お酒とかタバコとか甘いものとか、漫画とかね。とにかく快楽を感じるものですよね。だからそういうのが1個じゃなくて複数あったりとかすると、要はいろいろストレスフリーコンテンツみたいなね自分のストレスを緩和させるとか解放させるための手段がいくつか持っていると、その一つに集中しないので、その一つに集中してしまうと結局それが中毒になってしまうっていうね、リスクがあるので、分散させていろいろ持っておくといいだろうなっていうふうには思うんですよね。だから、私の場合はコーヒーとか甘いものとかですし、あとは漫画とかね、小説とかそういうのもその一つですね。で、もともとこういうのはね、ただ好きだからやっているっていうのと同時に、やっぱりストレスがね、いろいろかかったりとかしたり、その日常的にストレスが多い方とかはね、どうしてもアルコールを飲む量が増えたりとか、甘いものを食べ過ぎちゃったりとか、単純に大食い食事を取り過ぎちゃったりとか、もしくはこの恋愛とかね、そういうのに溺れたりとか、そういう風に傾倒してしまうというかね、そういうのがあると思うんですよね。それでやっぱり一個に集中してしまうと、それが中毒になってしまって、結果的にもともとはストレスをどうにか解消するためのものだったものが、この健康を害する害悪になってしまうっていう話ですよね。だから普段からね、いろいろ自分にとってのちょっとした快楽のための、気分転換、楽しいこと、美味しいものっていうのはいっぱいあった方がいいんだろうなっていうふうに思ってますね。私もね、一時期コーヒーを飲み過ぎてた時代があるので、会社で必ず2杯飲んで、朝も飲んで夜も飲んで、しかも夜なんてね、自分家にね当時かなりいいエスプレッソマシンを置いててね、夕食後にエスプレッソとか飲んでたんで、自分もコーヒー飲み過ぎちゃってて、夜眠れないとかそういうのなかったんで、コーヒー取りすぎだったんですよね。だからそれもね、今はね週に2、3回というか2杯3杯しか飲んでないので、好きだから毎日飲みたいっていうのはあるんですけども、結構意外にこれがね楽しみの一つになってるので、絞ったことによって。そしてやっぱりね、コーヒーってドーピング的な効果もあったので、今の方がやっぱり飲み過ぎてる時よりもいいかなっていうふうには感じてます。ただね、毎日1杯ぐらいだったら全然問題ないとは思うんですけども、昔はね結構ちょっと飲み過ぎっていうぐらい飲んでましたね。しかもさらにコーヒーのね結構味を取るためにカッピングとかもね結構やってたんで、夜ね会社から帰ってきて夕食後とかにね4種類ぐらいのコーヒーを入れて、それでカッピング用のスプーンで味を取るっていうことをしてたりとかして、一応ねそれは利き酒、日本酒の利き酒みたいにちょっと
飲み込まずに捨てるようにはしてたんですけれども、それでもねやっぱちょっともったいなくて飲んじゃったりとかしてて、そうするとねやっぱねちょっとおかしくなるくらい飲み過ぎてたなっていう時代はありますね。まああとはアルコールとかもねこう飲むのが習慣になっちゃうとね、なんかそろそろ酒飲みたいな、喉乾いたなみたいな感覚でお酒欲するようになったりとかするので、まあそれとかもね、お酒の代わりに今日はなんとかにするとかね、こうちょっとずつ減らしていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、私はね今のお家に引っ越してきてから全然お酒飲まなくなっちゃったんですよ。まあ、それまではねやっぱり引っ越してきたからっていうよりも、会社員を辞めたタイミングでって言った方が正しいですね。それまではこう残業の後とか同僚の人とかとね飲みに行ったりとかするのもすごい楽しくて、楽しむの一つだったりとかしたんですけども、こう疲れ切った後にお酒飲んでとか、あとはなんか誰かが契約取った時にねこうお祝いでチームでなんか美味しいもの食べて飲んだりとか、そういうのも結構あったので、日常的に普通にお酒は飲んでたんですよね。でも別にそんなにねすっごい頻度であるわけではないんですけども、ただその一回一回が結構量飲んじゃうのでちょっと良くないなっていうふうには思ってました。あと家ではねせいぜい夏にビール飲むぐらいだったので、そんなにこうたくさんは飲んでなかったですけれども、4年前にねこっちに引っ越してきてからやっぱりね外に飲みに行ったりとか人と飲む機会がないと、わざわざ一人で家で飲むほどそこまでお酒別に欲してないなっていう感じになって、自然とお酒飲まなくなったんですよね。でたまにこう夏とかねビールとかねコンビニとかでちょっと新商品とか売ってるとつい買っちゃったりとか、あとは私クラフトビールとかすごい好きなので日本のクラフトビールもだし海外とかのねちょっと珍しいクラフトビールとかあったりするとちょっと買っちゃったりとかして、ただねそういうのはたまに飲むあれなので全然こう大量には飲んでなかったんですけども、自分がね40代の半ばぐらいからこう酒をあんまり飲まなくなったっていうのはね、タイミング的には結果的に良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱりアルコールをこの分解する能力とかもね、体の力とかもそういうの落ちてるはずなので、我慢したわけでもなく自然に生活のこのパターン的に減ったのは良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。でコーヒーとかもねそれはちょっと自分でも故意に控えるようにはしたんですけども、あとね無食生活が始まったのでバンバンコーヒー豆も買ってられないっていうのもあってそういうちょっとケチっぽい観点からもコーヒー豆は減らしましたね。コーヒーのこの豆のグレードを下げるぐらいだったらコーヒー豆のグレードは下げずに飲む回数を減らした方が絶対いいので、っていうかじゃないと飲んでる意味がないの、意味がないのはちょっと言い過ぎか、美味しいコーヒーが飲みたいわけですからね。だからそれは良かったのかなっていうふうに思ったりしますね。で甘いものはねどうしてもこれ中毒的にちょっと定期的にバカ食いをしちゃうっていうのが結構この無食生活を始めてからもね定期的にあったりとかしたんですよね。4年前とかね、2年前くらいまでは結構定期的にバカ食いすることがあったんですけども、ここ2年ぐらいはちょっとずつこうそれも頻度が減ってきたかなっていうふうに思います。ちょっとそれはね自分的に今から思うとなんですけども貧血が前よりも良くなってきたからっていうのも結構関係してるんじゃないかなっていうふうに思ってて、私が4年前に会社員辞めて、同時に地方に引っ越してきて無職生活を始めた時は、メンタル的な体調の悪さもありましたけど、それと関連がないわけではないと思うんですけど、貧血というかね体もねちょっと体調が悪かっ
ったなっていうのは思うんですよね。この負のスパイラルで両方が悪くなってったっていうのもあるし、多分貧血とかそういうのがメンタルにも悪い影響を与えてるっていうのも絶対あったと思うので、そうそうで、私貧血がひどくなるとすごいこう甘いものとか食べたくなるっていうのがあるんですよ。もう貧血がね本当にね急に良くなったわけじゃなくて、この4年間で本当に徐々に徐々にすっごいゆっくりしたスピードで良くなってきて、それと同時に甘いもののバカ食いっていうのが前よりも比較的っていうぐらいなんですけど減ったなっていうふうには思ってますね。おそらくこう貧血になってる時って本当にだるくて、その時の度合いにもよるんですけども、ひどい時こうベッドから起き上がれない時とかね、そういう時とかもうお茶碗とか洗えなくて溜まっちゃうとかね、そういう時はものすごい気合い入れればできるんですけどね。あと貧血が結構重くなるとこの呼吸がね息が苦しくなったりとかするんですよね。だから息が苦しいって思ったら結構貧血今回来てるなっていうふうに思うっていう感じなんですけども、そういう時にねすっごい病的に砂糖が取りたくなるっていうことがあって、そうそう多分ねこうエネルギーを生成する上でこの砂糖糖質からエネルギーを作る方が体もね一瞬ですぐ作れるっていうのがあるので、作れる量はエネルギーの量は少ないんでしょうけど、そういう意味で私砂糖を取りたくなるんじゃないかなっていうふうになんとなく思ってて、でもう一つエネルギーを作る方法としてミトコンドリアを介して作るっていうのがあるんですけれども、それってすごく酸素を必要とするんですよね。で貧血の時ってこう酸素不足になってるわけですよね。なんでだろう、血球とかそういう問題なのかな。それで息苦しいぐらいこの酸素ってなってるので、そういう時ミトコンドリアが正常に働いてるとは思えない、つまりエネルギー生成がそちら側ではできていない。そうすると手っ取り早くエネルギーを使える砂糖を欲しがるんじゃないかと、糖質を欲しがるんじゃないかと、なんとなくそんな気がしてるんですけど、すいませんこれ私が何かの本で見たとか誰かの何かで聞いたとかそういうんじゃないので本当にそうなのか分かんないんですけども、そうなんじゃないかな、そういう理屈なんじゃないかなっていうふうに私が勝手に感じてるっていうことなんですね。で先日のね数日前の生理の時とかもね、生理の最後の頃前回の動画でも私すっごい倦怠感がとか言ってましたけども、その頃ね夜一回寝て寝つけなくて、すごい砂糖が食べたくなって寝つけなくて、砂糖がっていうか糖質が欲しくなって、でちょっとこう妖怪みたいで恥ずかしいんですけども、夜中の2時ぐらいに寝つけないからこうパッと起きて砂糖をねスプーンで食べてました。これ私定期的にやっちゃうんですけども、やるのはだいたいこう貧血の時もしくはその生理の終わり頃、つまり貧血症状の時なんですよね。やっぱりそういう時妖怪砂糖になって夜中にね砂糖を食べたりとかしてるんですよね。生成された白い砂糖じゃなくて私が使ってるのは甜菜糖とかが多いんですけれども、黒砂糖とかきび砂糖とか甜菜糖とかなんですけども、その茶色っぽい砂糖なので若干白い砂糖よりも風味はあるんですけれども、なんかねもう人には見せられないなって思いながらこう夜中にねこの砂糖をお皿に出してそれをスプーンですくって食べてるっていうね。そうそう結構いい量食べてますカレーみたいに食べてますそうそうでもねそれがねこんなに急激に砂糖を取ったら急激に血糖値とかも上がって血管とかも傷ついたりとか、血糖スパイクとかも起こってきっと良くないだろうなとは思うんですけれども、でも病的に砂糖を欲しがっちゃうんですよね。だからもうただね実際砂糖を食べるとなんかほっとしてっていうかこう精神的なものじゃなくて本当に体が落ち着いてスッと眠れたりとかするんですよねそうそうでこの砂糖を食べたいっていう症状もね34ヶ月生理が
多分更年期のせいなんですけど、3、4ヶ月生理がなかった時はそういう症状出なかったんですよね。でその間結構体調もね貧血とか起こんなかったので、生理に伴う貧血が減ったので、そういう変なね甘いものの中毒的なっていうか、これは私の場合は結構貧血症状からも来てるのかもしれないなとは思うんですけれども、この根性では抗えないこの甘いものへの欲求みたいなちょっと言い訳みたいなんですけども、そういうのもねあれなんですよ。だから結局は体質を改善していけばいいわけで、ちゃんと日々のね食生活をいろんなものを食べて体質自体を底上げしていけば、そういう貧血とかもね結果的に少し軽くなるっていうのはあると思うので、私もね結構そこそこ昔からそんなに変なもんばっか食ってたわけじゃないんですけども、昔からちょっと生理が重いとかそっち系がねネックな部分もあったので、うまく付き合っていけばいいのかななんていうふうには思ってたりするんですけれども、ただね、この3、4ヶ月くらい生理が遅れた止まってた多分更年期のせいでね止まってた時期のことを今から思い返してみると、私の場合はなんですけども、結構閉経してね生理が上がって、その後体質的に楽になる部分の方がもしかしたら多いかもしれないなっていうふうには思いますね。その閉経することによってねいろいろホルモンが出なくなるので、骨粗鬆症になったりとか、この心筋梗塞とかね、この高脂質症的なものから出る病気のなりやすいとかね、そういうのもあるとは思うんですけども、ただ私の場合はこの全体的な体調が安定することによっておかしなものを食うのがなくなるとかね、あとは体調がいいってことは普段よりも普段はちょっとっていう風に動けなかった分少し活動的になるかもしれないので、だからねっていう感じですね。なんだろう、今日別に体調とかそういうことを話そうと思ったわけじゃないのに、なんかそっち関係の話になっちゃってますけど体調とかね健康っていう話で言うと、私みたいにね一人で生きてる人間はね気をつけなければならないのはやっぱりメンタル的な部分と、あとはそのメンタルというよりもメンタルが結局はこの健康フィジカルに直結してる部分もあると思うので、ちょっと自分でね毎日ずっと誰にも会わずに一人で生きてると感じるのはね、やっぱメンタルを保つ上でちゃんと朝日光を浴びるとか、できたら散歩をするとかね、朝はちょっと散歩無理なんで無理はしてないんですけども、人と会ったりとか、人と触れ合ったりとか喋ったりとかね、そういうのが全然ないので、私はオキシトシン不足になってしまうんじゃないかなっていうのがねそれだけはちょっと思うんですよね。オキシトシンっていうのはホルモンの一種で、よくこのメンタルを語る上ではセロトニンっていうのがよく言われますけど、幸せホルモンとかね、日光を浴びると出るとかね、リラックスしたりとかね、そういう時に出るとかね、そういうセロトニンと、あとオキシトシンっていうのも結構言われると思うんですよね。オキシトシンっていうのは人と人とのコミュニケーションとかねしたりとか、誰か人間とのつながりとかですよね。手と手で触れ合ったりとかすると一番いいんでしょうけど、外人とかだったらハグとかしてすごいめっちゃオキシトシン出てるだろうなって思うんですけども、日本人だったらちょっとしたスキンシップとか、別に触れなくてもね喋るだけとかそういうのでも全然違ってくるので、そういうのがないとオキシトシン不足でメンタルを維持するのがあれだし、そのホルモンが出ないっていうことは、メンタルももちろんですけど体調的な部分でもねちょっと不利な部分っていうのはあるので、なんかねそれは結構大事かなっていうふうに思うんですよね。もしねペットとか飼ってる人がいたらね、一人暮らしでもね犬とかねそういう動物との触れ合いとかでもねオキシトシンって出るので、
それもあれなんですけども、ちょっと私はね一人暮らししてる間はちょっとペットはね、犬とかはね、ワンコ大好きですけどちょっと飼う気がないので、絶対四六時中ちゃんとそのワンコをハッピーにしてあげる自信がないのでそれにワンコもね、私と2人だけだとちょっとかわいそうっていうのもなんかあって、そうそうだから、できたらねこう集団で生活して、集団でっていうかね、その部屋とかね、家は別個にしたいんですけども、村みたいなとこがあるなってあるといいなってめっちゃ思うんですよね。そこで犬を何匹か飼ってみんなで一緒に飼って一緒に散歩してとかしてるのがいいなって思ったりとかするんですけど、そうそう何の話だったんだろう、オキシトシンがっていう話かそう、それもねちょっと今は飼うの難しいんで、さらにそこからじゃあどうしたらいいのかって言ったら、せいぜい YouTube でね可愛いワンコの映像を見るとかねそれでもねちょっとはオキシトシンとか出るらしいので、ワンコだけじゃなくてもね、なんかこう誰かとちょっと話すとかね、チャットとかでもね若干は出ると思うのでとにかくね、私みたいにぼっちで生きてる人はね、オキシトシン不足にならないようにね気をつけましょうみたいな。本当になんかオンラインゲームとかして誰かとこうやり取りをするとかね、それを本気で考えようかなってちょっと最近思ってますね。こう人と喋る機会というかね、そういうの作った方がなんかいいんじゃないかなと思って、そうオンラインゲームちょっと始めてみようかなっていう風に思ったりとかしてます。なんかこれは贅沢品っていうよりも健康を保つ上でめっちゃ大事だなっていう、必要経費になってくるんじゃないかっていう風にね思ったりしてます。私去年の10月いっぱいでね、スポーツジムもやめたっていう話も前したと思うんですけども、ちょっといろいろ時間がないのと、体が疲れてる時にその疲れることをしに行くのが大変でやめたんですけども、すごく体はねその分楽になったんですけど、疲れてる時に疲れることをしなくてよいからそうそう、その分ねやっぱ人にも会わないし誰とも喋らないしっていうのね、そこをねこうまだこうやめて数ヶ月3ヶ月しか経ってないからいいけど、この先続けていくとってなると何か支障が出るかもしれないのでそれに代わるオキシトシンをどうにか出す方法を考えなきゃなっていうふうにねちょっとね最近思ってるんですよね。なんかのコミュニティ作るかみたいな。いや作るかはちょっとなかなか難しいから、ちょっとなんかで自分がやっぱオンラインゲームかな始めようかなっていうふうに思ったりとかしますね。その10月までやってたスポーツジムで8,000円くらいかかってたんで、その8,000円分くらい使って何かこうオキシトシンが出せるような、こう人となんかこう関わりが持てるようななんかをしないと、今は良くてもこれが積み重なるとトータルで見ると結局はコスパ悪くなるかもなみたいな、健康面とかね、効率とかね、いろんな面のパフォーマンスっていう意味で考えると、そう今なんかを考えた方が、オキシトシン出る方法を考えた方がいいかもなみたいな。だから感謝されるとかね、ボランティアとかね、他者に貢献するとかね、そういうものでも出るらしいんで、余裕がある方はねボランティアとか感謝されるなんかをしてもいいかもしれないですね。そうそう、なんかそんなことを考えたりしてましたね今日は。いや今日はっていうか今考えたんだわ、今喋りながら。今日はそんなこと考えてないです。喋りながらそんなことを思いついたっていう感じでしたね。今日は天気がちょっと悪くて、空がゴーって言ってて、それでちょっとおどろおどろしい雰囲気の公園みたいなとこで木がかっこよくて、ちょっと悪魔でも出そうな雰囲気がすごい逆にかっこよくてよかったっていうそれを満喫してから帰りにネギを買って戻ってきて、
ちょっと喋ろうかなと思って今ここでね喋りましたってお話でございます。まあ今日はねこの後適当に編集してこれをアップしたらまた今日のタスクの続きを頑張ろうかなって思ってますので、いつかこれで私がしっかり稼げるようになったらいいなと思うんですけど、そしたらねまたこう自分一人でねこうパソコン1台で収入がきちんと得れるようになったら、またどっかにねちょっと気になったとこに引っ越して移住したりとかしてね、いろんなとこに住めたらいいなっていうのはありますね。それでさっきの妄想でも言ったようにね、ちょっと誰かと一緒に住んで、同じお家じゃなくてこう同じエリアに住んで、村みたいな感じでで家庭菜園とかして、自分の食料の 10% から40% ぐらいは自分でなんか半自給自足、半までいかなくてもいいな、1割ぐらいは自給自足ができるような生活をしながらこう暮らしていけるといいなっていう感じですね。なんかちょっと最近も日本さんもよくわかんないこと言ってるんでなんかやっぱねいろいろこう政治家に期待するとか、選挙を何々するとか、こう個々でこう考えて何々するとかいろいろあるとは思うんですけども、まあ1周2周回ってすっごいシンプルにAI とかでねこう手が余った分ね、その余った数パーセントで家庭菜園とかして、企業とかもね余った数パーセントで農業事業をしてそれで自分たちで自給自足をできる数パーセントとかを増やして、でこうなんていうのかな、この AI を個人レベルでも AI をめっちゃ使いつつ、その反面 10% ぐらいこう自分で野菜作るとか果物作るとかしてっていう、こう自然に帰りながら、その反面めっちゃテクノロジーみたいな生活になってで自然に帰っていくとねメンタルもこのいい部分っていうのもあるので、さっきのセロトニンの話とかですねそういうのも出てくるので、まあそしたら結局はね働ける寿命も伸びて、まあ健康寿命が伸びるので、まあそうするとまあいろいろこうね結局寝たきりの人の寿命が増えても生産率っていうのはね上がらないのでまあ私もね子供は産まなかったので少子化だなんだっていう風にちょっと人時代前の人にはね昔ねこの社会悪だくらいなことを言われたりとかしたことがあったりとかしたんですけどもね、まあ自分自身がね長く健康でいることで自分自身がたくさんいろんな生産的なことができ、さらにねいろんな世の中の鬱っぽい人が1% でも元気になってきたらその分生産率上がるのでまあ私みたいなぼっちな人がなんていうのかな、数パーセント元気に生きて、その分いろんな生産性が上がったりとかしたら、まあその分ね人口減ってもまあ一人一人が幸せに生きれたら、まあ AI が頑張る分いいんじゃねえのっていう気もするんですけども。でまあ元気になればねその分この子供もね妊娠する確率もね高くなると思うんで、そうそう、まあいろいろねこの先そうねワクチンとかを打った方とかがねもしかしたら20年後とかに体調を悪くして急にそこでまた人口がなくなったりとか急に減ったりとかする可能性っていうのも出てくるかもしれないですけど、ちょっとやばいこと言っちゃったかもしれないんですけど、ちょっと根拠はないんですけど、まあ、そういうこともねあるだろうなっていうふうに、よく動物実験とかでもあるじゃないですかそういうのそうそう、だから、まあ、そういう可能性もまあ普通にあるだろうなっていうのもあるんで、まあそれはそれでねっていうそうそう、そんな感じでまあ皆さんも
ぼっちで生きてる人もオキシトシンをどうやったら出せるかなっていうのを考えながら残りの人生をなるべくハッピーに生きたいなっていう感じでございますということで、それではまた。